大家好、こんにちは。ソウル在住の YouTuber カオです。やっと観光が解禁になった台湾にやってきました。今飛行機で台北の桃園空港に着いたところなんですが、ここから新幹線に乗って大好きな街、南の台南に行きます。前回台南に来た時偶然通りかかって一目惚れしたゲストハウス。3年越しでやっとここに泊まれる日が来た。以前は数学教師の一家が50年間住んでいた古い家。现在里面的那个小女生，那个是现在的屋主。对，她是老师的女儿。对，那老师现在不在。对。那她这房子有一个特别的地方，它这个墙壁这不是 wallpaper 哦，它是 painting， 它是油漆。对，它是先设计那个 roll， 然后把它印上去的。这个不是你们做的吗？本来就这样吗？这是原本的，这也是50几年前的油漆壁画。而且它每一个空间，像这边是客厅，每一个房间都有不同的图案。那事实上其实不管是这个地板，或是墙壁，或是天花板，都是原本的啦。我们其实 keep 它的原本的状态这样子，所以你看到的门、窗、铁窗都是以前的嘛。この家具ももともとあったもの。キッチンとバスルームはきれいにリフォームされている。共用だけどとても清潔なバスルーム。確かに壁の模様が違う。可愛くて居心地も良さそうでとても気に入った。台南のゲストハウスに着きました。台南は小さい町なんですが、台湾特有の懐かしい感じとか、美味しいお店とかがその小さい町にギュッと濃縮されて詰まっている感じで、もう歩くのがとても楽しい大好きな町です。これから外に出て美味しいもの食べたり、それからお買い物したりしようと思います。台南には帆布を使ったカバンの店があちこちにある。ここは店の中で一つ一つ手作りして売っている。店によっていろいろ特徴があるけれど、ここはオーソドックスなデザイン。色、形、大きさ、紐が違うカバンがたくさんあって迷う。シンプルさがかわいい。ポケットもついててしっかりした作り。この3つください。鳥が騒がしくなく大きなロータリーに台南名物タンツーメンの美味しい店がある。小さいけれど
地元で愛される60年の老舗だ。台湾おでんも、担々麺、ゆで野菜、卵。谢谢。ああ、谢谢。大好物の担々麺、エビだしの効いたスープに中華麺、上にエビと豚そぼろが乗っている。この小さな一杯に旨味が詰まっていて、美味しいスープをまとった麺も最高。台南定番の野菜料理。さっと茹で上げた空心菜に豚そぼろあんがかかっている。空心菜は柔らかく、そぼろのコクがとろっと絡んで何皿でも食べられそうだ。エビも豚も我こそはと頑張る濃厚で美味しいスープ。台湾式おでん、ルーウェイの卵。ほんのり漢方の甘辛醤油味でしっかり煮込まれている。どれも前から大好きな料理だけど、やっと台湾に来られるようになったという嬉しさで何倍も美味しい。台南の記念すべき第1食目は、台南名物の担々麺をいただいてきたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。で、一つ一つサイズがちっちゃいのも嬉しくて、まだまだお腹入りそうなのでいろいろ食べてみたいと思います。同じロータリーでカラフルな楽しい B さんを見つけた。1つ500円前後、安い。ちょっとサイズがなかったので残念ですが、これだけ買いました。あれはなんだ？すごい行列。ルーローファンとうなぎ麺の店が一緒になってる。台湾発祥の薬膳スープ、スーセンタン。ルーローファン、たった50元。みんなが食べてるのを真似して注文したシンプルな台湾の定番ご飯セット。脂身もしっかり入った豚の醤油煮が汁ごとかかってる。お、意外とあっさりでじんわり甘い。初めて食べるスーセンタン。疲労回復、消化不良に効くんだって。ハトムギと豚もつもたっぷりだけど、あくまで優しい薄めのスープ。きゅうりの甘酢漬けと食べるのも合う。目的地に向かう途中で人の行列につられてルーローファンをいただきました。今から私が台南に来たら絶対買いたいかわいい刺繍の靴を買いに行きます。前回3足買ったんですけど、全部もう倍入って履き潰しちゃったので、今回はさらに大人買いで5足買ってみようと思います。
お気に入りのお店は路地の奥の奥に。私がすごく来たかったお店、もうやばいお店です。台湾の伝統的な刺繍靴がずらりと揃っている店。美しい刺繍の施された布靴で、カンフーシューズ、ワンストラップ、スリッパ、子供用などデザインも豊富。この中から何足か選ぶのが楽しく難しい。安いけど柔らかくて履きやすく、前買ったのは全部履きまくって履き潰してしまった。これを試着して5足に絞る。これに決めた。5足お買い上げ。夜はまだまだこれから。次はさらにどっぷり台湾の夜に浸れるカフェに行く。すっかり人気の少なくなった市場の2階へ。ドアを開けた瞬間、映画の中へ。ここはウォン・カーワイ監督が好きなオーナーが映画「欲望の翼」をイメージして作ったカフェ。ラテがなかったので練乳入りハンドドリップコーヒーとクレームブリュレを頼んだ。おいしい、ほっとする。甘くとろけるクレームブリュレを食べて、さすがに疲れたことに気づいた。早朝にソウルを立ってから動きっぱなしだったから。大好きな旅とはいえ、体は疲れる。コーヒーの香りとこの雰囲気が体をいたわってくれるみたいだ。市場の2階は人が暮らす居住区になっている。この空間を使ったお店がもう一軒あって、ここが看板もないバーになっている。この店も場所の持つ空気を大切にした空間。お酒はよくわからないので、お任せでリンゴから作られたジントニックにしてもらった。フルーティーだけど強めのアルコール分が細胞に浸透していく。今日は最後に美味しいお粥を食べて帰って寝ようと思います。さっきのロータリーにある24時間営業のお粥屋さん。夜でも人がたくさん。美味しそうなおかずもあって、ビュッフェのように選んでご飯と食べたり、お弁当にしてテイクアウトできる。魚のお粥はサワラ、サバヒーという白身魚、牡蠣からトッピングを2つ選ぶのが65元、全部のせが80元。サバヒーと牡蠣をトッピングしたたっぷりのスープにサラサラのご飯、クッパやお茶漬けみたいなお粥だ。このスープがとっても美味しい。臭みの全くない魚だしで透き通っていて、旨味は濃厚。トッピングの牡蠣は小粒だけど
味が濃くて滑らか。セロリやパクチーなどの香味野菜、揚げたエシャロットやニンニクがほんの少しだけ浮かんでいて、その風味が絶妙に効いてとても風味豊か。早朝だろうが深夜だろうが、小腹が空いた時にいつでもこのさらっとしたスープご飯が食べられるってとても幸せだと思う。台湾1日目回ってきました。もう可愛くて美しくて美味しすぎてもう最高すぎました。買い物もいっぱいしました。靴も大人買いしてきました。明日も朝から市場の探検に行こうと思ってい